お疲れ様です。お疲れ様です。やりますか？やりましょ久しぶりだね。う。1ヶ月ぐらい空いてますかね。これで、あんまり、いつ絡んでも会っても、久しぶりの感じは僕はしないんですよね、千葉さんに対しては。そうだね。なんでだ。はい。でもたまに、LINE 上ちょいちょいしてるからっていうのはあるかもしれないですけどね。確かにね。あと俺、たまに うん。 Facebook で記事出ましたとか、あ活躍してんなみたいなのは見てるから、まあそうですね。週1は上げてたりするんで。それで安否確認というかね。だから安今、否がね。確かに僕突然いなくなる系の人間ですからね。確かにいなくなる系ではあるよね。突如として消える可能性を秘めてるから。本当だね。ちょっとたまに連絡してね。まあ、はい。言ってるか。OK です。じゃあちょっと俺今日さ、はい。あの、英語うん。喋るじゃん。対象も。そうですね。で、はい。やっぱこの季節ね、やっぱもう留学、例えば高校卒業して留学するとしても9月までの間にさ、結構留学するみたいな子も多分いると思うんだよね。はい。で、その中で英語さ、やっぱ第二言語になったわけじゃん。俺らからしたら。そうですね。俺の場合はまあ中学校でイギリス、アメリカ行って英語を学ばさせてもらって、まあまあ中学生だったからまあ自然に覚えたっていうところもあったけど、は大将の場合はやっぱ大学だったからもう勉強しないとね、死が迫るじゃないけど、い。まあそうですね。何も、友達も作れないですからね。そうだね、まあ、コミュニケーション取れない。うん。だから、もう俺、英会話のコツというか、お、もう英語の概念ぶっ壊してやろうかなと思って、今回。なんか日本人が、なんかその英語に抱いてるそうそうそう、恐ステ怖心みたいな。レオタイプといいますか、まあそういう、なるほどっすね、なるほどっすね。まあ得意そうですよね。そういう、なんか国境の壁越えて生きてる千葉さんだと。そうでも全部概念じゃん。なんかアメリカってすげえ国だし、あれだし、なんかこう、ちゃんと喋らないとうん。銃殺されるんじゃないかとか、なんかその、先入観みたいな。そう、あと文化を勘違いしちゃってるとか。そうですね、メディアのイメージとかなんとなく親から言われたそのままの話で想像しちゃってるみたいな、うん。ありね、あますよね。あんたアメリカなんて危ないわよ、みたいなさ。はい。だってエストニア行くってなった時、さすがにどこだそれってなるわけでしょ。まあ、エストニア、まあ、母親は特に全然知らないんで、なんか、エリトリアっていう国があるらしくて、アフリカに。ええでそこなんか未だに海賊が結構いるみたいな。ー、マジで、で。もうガチで、もう本当に、僕エストニア行くの引き止められたんです。なんか危ないからとか、そんな意味の不明な国行くんじゃないって。まあ当時今ほど有名じゃなかったんで、あの国が。あで、あ。特に、調べて出てきたエリトリアっていう謎の国が海賊が存在するって言って、まず最初に僕は海賊になろうと思ってたって思われてたらしくて、いや、この時代にそれやってくれたらリアルワンピースになれるよね。それリアルワンピース海賊王にでもなるんかみたいなはははは風にガチで思われてましたね。現代のチェゲバラだ、チェゲバラ。革命児だ。そこから、なんか、革命起こせるよ。海賊が革命を起こしたら、まあ時代はあるか。まあ、昔ね。まあ、今はい。一瞬で多分、あれだね、射殺され、今は、今はそうですね。拉致されて多分終わりだよね。そうで、ちょっと、もう初めてに近いぐらいもう資料をまとめたのよ、2時間ぐらいバッと。はい。だからちょっと俺が思う、はい。英語ってこうだよというか。はい。でも英語を知るためには、まあ、世界の言語を知らなきゃいけない。日本人がどういう立ち位置にいるのかとか、もうもろもろ知らなきゃいけないじゃん。はい。だからそういったのも含めて、ちょっと解説というか、できああ、いいっすね。聞きもうこれたいですね。はもうあれで神回っすよ。これ、もうこれのおかげで英語学べました。喋れるようになりましたって人が多分死ぬほど出てくることを期待してるもん。まあ、マジっすか。再生回数伸びなきゃ意味ないけど。じマジ。ゃあちょっと共有するね。はい。ダンもう英会話のコツ、もうアホみたいに簡単な言葉で言っちゃってるけど、まあだからまあ英語って何なのみたいなね。そこからまあ学んでいこうよっていう話ね。はい。そこのはい。はい。理解を深めることで、間違いなくその恐怖心が
そがれていくんじゃないかと思ってます。うーん。同時に日本人としての、ね、誇りを持ってやっぱ留学してほしいっていうのもあるから。はということでいきますよ。でまずが世界の言語ランキングを出したのよ。い。はい。まあこれぶっちゃけチャット GPT に出させたから誤差ある可能性あるけど、利用者数ってことですね。そうそうそう。まあ世界の人口が80億人まずいますよ。この地球上に。はで、英語喋れる人たちが15億3100万人。で、主い。な国はイギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、まあ、インうん。ド、ニュージーランド。この辺はもう英語喋れればもう全員と喋れるじゃん。まあ意外と15億しかいないんですよね、ネイティブってそう見ると。まあそうね。でも世界一位で、うん。なんだろうだからつまり英語喋れれば5人に1人、まあそうですね。5人に1大体5、人ぐらい6人に絡めると。1人とは喋れちゃうじゃん。まあなんか日本人ってその外国人にこれ英語喋れると思ってる人いまだに多いじゃないですか。ああ。そう考えると5人に1人ぐらいなんだっていうふうに思うかもしれないし、逆に言えば5人に1人は喋れるんだって、僕は思っちゃいますけど。でもほら、日本でさ、英語はい。喋れないで生活をしていった人たちは、はい。地球を練り歩いた時にだよ。はい。70人に1人しか、確率にしたら、うん。1.7%ぐらいでしょ。うん。つまり100人いても、まあ、70人いて1人ぐらいしか会話成立しないわけじゃん。はい。でも世界どこ行っても、5人に1人ぐらい喋れた方が、だってこれが RPG だとしたらとんでもない努力だよね。確かに、確かに、確かにそうですね。RPG で、まあそうですよね。現実的70に 人と話さなきゃい RPG けないだから。のか、それとも魔法を覚えて5人と1人まで短縮できるのかによって人生の生き方変わるわけじゃない。RPG の最初のこう難易度設定間違えた人たちみたいなね。おい70人話しても答え出てこねえよみたいな。うんやばい。で、これに中国語が合わさると、もはや3人に1人以上喋れちゃうわけだよね。中国はすごいな、でも。地球上にだよ。地球上どこ歩いても、1、2、3、通じました、シェイシェイってなるわけじゃん。はつまり、もう自分の生きやすさがもう爆発的に伸びるのがい。うん。英語、中国語。そうですね。中で、国語の、さらに喋れた方がいいのがスペイン語。うん。まあ、南米とかはね、絶対こっちっすよね。そうで、南米がこのポルトガル語なんだけど、まあ、ポはい。ルトガル、ブラジル。だけど、ほぼスペイン語なんだよね。はだからめちゃくちゃ意味通じるから、この3つい。うん。喋れれば、まあ、35億人と捉えて、まあ、36、7億人となったとしても、まあ、本はい。当に半分ぐらいの人と喋れるよね。それに日本語が混ざるわけだから。っはてなったらもう、なんだろう、2人に1人だから、地球上ぶわー歩いてランダムにバーン話しかけて、その人と、なんだろう、ビジネスしたいのに、喋れなかったらできないけど、もうい。う喋れたらビジん。ネスもできるし、恋愛もできるし、確かに、確かに。もう人生のパスポートと言っても過言じゃないと思うんだよね。言お、語、おー。本当の意味で。はい。だからこそ、ここをまず俺はしっかり知った方がいいなと。だからまあ英語喋れるというだけで、めちゃくちゃ有利に働くわけだから、うん。まず英語はい。喋れるようになろうよと。はい。ちなみにこのインドって今14億人超えたでしょ。今人口で言うと地球一番わけじゃん。やばいっすね。なのに、俺も知らなかったんだけど、調べてったら分かったのが、ヒンドゥー語喋れる人4億2000万人しかいない。うん、まあ、インドって言語めちゃくちゃありますよね。宗そう。教めちゃくちゃ多いから。で、多言語国家って言われて、22の公用語が認められており、うん。もう知らなかったけど、まあベンガル語は知ってるけど、テルグ語、マラティー語、タミル語、ウルドゥー語、グジャラート語、カンナダ語、オリア語、マンヤラーム語、しかもこれそれぞれ8000万人ぐらい喋れるらしいんだって。なんか、僕、大学院の時に一番仲良かったのはインド人の友達だったんですけど、うん。ちょっと離れた地域に行くと通じねえって言ってましたよ。あ、そうなるよね。だから日本行ってもなんか青森行ったら通じないみたいなとこあるじそうですね。なんかもう多分、だから、方言が強すぎるみたいな感じなのかな。わかんないですよね、インドの言葉は。でもまあでマジで。もなんかやっぱ支配されてたあれとか、そこで支配してた人たちが決めた言語とかってあるらしくて、はい。ただ逆に言うと日本みたいにこんだけ長いことを日本語だけで成立してきた国っていうのは他にない。うん。で、まあこれがまあ言語のランキングだよね。はい。じゃあ今度、世界のまあ語彙数ランキング、いわゆるもう単語の数というか、はい。も知っていった方がいいよねと。うん。要はまあ、例えば RPG クリアするのに、なんかゴールがどっか分かんなかったら、そもそもやる意味あんのかって話になっちゃうじゃん。はい。で言うと、まあ英語やっぱり多い。
まあ、オックスフォーそうですね。ド、まあ、イギリスのね、出してる英語辞典には、まあ、大体まあ、約60万語以上の言語が使用されてますよと。うん。けど、まあ、難しい言葉たくさん作っただけで、実際に日常会話で足りるのは3000から4000語ぐらいなの。そうっすね。で、逆に言うと、まあ、ロシアなんかはね、20万語が収録されてて、はい。スペインが10万語でしょ、フランス語10万語ぐらい。で、ドイツが14万語。でも結構ね、この合成語をドイツがめっちゃ作るんだって。ああ、なんそれでかあれ、結構かなり増えてるみたいな。日本語っぽいとこあるのかもしれないですね。あ、そうそう。だから日本語もさ、なんかそいつらしか喋んない言葉があるじゃん。なんか、お前喋えなとか、しゃしゃってんじゃねえよみたいな。あとなんか、作るじゃないですか、すぐこの国の人言葉を。作る作る。そういうのにちょっと近い。ドイツ語はなんかそういうのおもろい、カスタマイズできる言語なんですね。あ、そうだね。で、中国語になると、まあ、は20万ぐらいあると。い。これもやばそうですね。でも日本語が実は50万語以上あるよと。うん。あれでも英語の方が多いじゃんってなるんだけど、日本語っはい。て表現方法があまりに多すぎて、そうですね。表現力、表現法があまりに多すぎて、日常会話で3万から4万語必要なんだって。うん、これだるいっすよね。俺外国人いたらマジでだるいっすよね。だから必須俺らで言う3、と、4万装備しないといけないのはしんどいっす。そう俺らで言うと、英語、スペイン語、ロシア語、フランス語、ドイツ語、中国語足したぐらいの言語を、はい。もうすでに喋れてますよっていう状況なわけ。確かに。単純に英語の10倍使ってるとですね、普段から。そう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 。じゃあなんでその背景ができたのかなっていうことをやっぱ紐解いていく必要があって、はまあ、最初歴史の話でちょっとつまんなそうに見えるんだけどね、大事ですから、これ。い。いや、面白いっすよ、これ。よりはだからここで出てくるのは、世界各国の建国年数と言語の変化っていう言葉に一応したんだけど、い。うん。まあ、ご存知エジプトなんかはね、紀元前3100年あるから、まあ、建国から約5124年が経ってますと。うん。でインドなんかはまあ紀元前1500年からあるから、建国からまあ3524年経ってますよ。まあ、ギリシャで建国から2824年です。で、日本はまあ4番目ぐらいに古くて、建国から2684年。まあ、その次中国来て、フランス来て、ロシア来て。で、世界で一番使われてる英語を作った国と言われてるイギリス、もう1947年。もう赤ちゃんですよね、はい。言うたら。で、アメリカ、もう248年、まあ、約250年だよね。はい。だからもう、そもそも、なんだろう、会社でも人でもそうだけどさ、はい。赤ちゃんが使う言葉のレベルと、うん。おじさんたちが使う言葉ってやっぱり全然違うじゃん。はい。彼らが見てきた歴史だったりとか背景だったりとか取り入れてきた文化によってその言葉の手法も変わってくるわけだって、はい。まあまあそういうふうな形で、まあ、国の歴史がまずあるっていうのが一つ。で、エジプトに関して言うと、古代エジプト語っていうのがあったんだよね。で、これまだ解読されてないんだって。あーあ、やばいよ。そうなんですね。考古学者の人たちが、そうもう、ほぼほぼ全てを解読したのかと思ってたんですけど、そうじゃないんですね。もうどっから手つけていいか分かんないような言葉もあったりとか。あれがないんですよね。だから多分、そのリソースが。そう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 。大変だな。比較対象がないから、だからもう予測からこうだろうっていうのをずっとやっていくんだろそうで、エジうな。プト語から今度コプト語っていうのを変化して、コプト語。あ、聞いたことで、そう、コプト人っていう、ほら、ピラミッドの後ろにさ、ある、この髪の頭の長いやつって人たちいるじゃん。壁画はい。に描かれてる。あれがまあ、いわゆるコプト人。はい。だけど今、エジプトに住んでいる人たちは、はい。アラブ人なんだよね。うんうんうん。まあ、言い方悪いけど、虐殺して、その場所を俺たちの国ですって言ったもんだから、今のエジはプトって建国したのは一番古いんだけど、まあ、実質上ね、まあちょっと滅びちゃってるに近いみたいい。うん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 。だからまあ昔いたエジプト人、俺たちが壁画で見てるようなエジプト人はもうほぼ存在していなくて、はい。ほとんどがアラブ人になっちゃってるよっていうところ。はいはいはで、インドに関してはサンスクリット語。これは日本に入ってきたのは仏教。まあ、空海さんっていうね、俺がまあ一番好きな歴史上の人物なんだけど、ああ、はいはい。別名。弘法大師さんね。はい。で、その人がまあ唐に渡ってはい。平安時代に持ってきたときに、
仏教っていうか、密教ってものを持ってきたんだけど、それがサンスクリット語っていう言葉で持ってこられたのよ。はい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 。で、まあ、その古代インド語なんだけど、今はまあヒンドゥー語を使ったり、ベンガル語、テルグ語とか、まあ、22のね、言語を使ってるっていうことで、そもそも文化がぐちゃぐちゃに分かれてるとはい。いう感じ。まあ、だから滅びたりとかそういうのはないんだけど、ただ基本うんうんうん。的にはちょっとまあ、いろんな文化とか、まあ、占領の支配された時代もあったりとかして、そはう現存のインドでは、もともとのインドではないっていう状況。で、古代ギリシャ語も現代ギリシャ語に変化しているから、まあ、昔の言葉を知らない人たちがやっぱり多い。だから文化も継承しきれてないっていうい。う背景ん。だね。で、かたや日本どうかっていうと、まあ、古代の日本語はまあ古文とかも含め、古文より前の言葉を含はい。めても、まあ、現代の日本語までで、歴史としても漢字とか導入したりとか、外来語、カタカナ入れたりとかはしてきたんだけど、基本的な文法構造だったりとか、その成り立ちっていうのはもう、表現方法も含めて、全部連続性がある唯一の言語なんだって。うん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 。つまり文化と言葉って切っては話せるんだけど、それがもう一番古く続いているのが日本だということだよね。で、日本は、これも知られてないけども、建国2600年を誇る、まあ、ギネスブックに載ってる世界最古の王朝って言われてるんだよね。は長きにわたってまあドイツの王朝で歴史を積んできたっていうのもあったりとか、まあ、四季い。はい。折々の風土だったりが自然と共存するという文化が、まあ、言葉の表現力に幅を持たせてしまったと。うん。だから本来は英語ぐらいシンプルに、なんか Yes, No ぐらいで本当によかったの。はそれがまあ日本みたいにこう文化を形成してたことによって、非常に言語が複雑化していったと。だから多言語を覚えるときにめちゃくちゃむずいわけ。い。うんうんうこれはん。こう考えたらこうであり、こうであるっていうことをやっぱ考えてしまう人種だから。はい。まあ、だからこそまあ非常に優秀な人種と言えるんだけれども、はい。だからまあそこで日本語にしかいまだにね、世界中で表せない言葉ってたくさんある。もうめちゃくちゃいっぱい。例えばうん。わびさびとか聞いたことあるじゃない。はい。完璧ではないもの。歳月を経たものの美しさを見出し、そこに深い味わいや静けさを感じる日本独自の美意識です。これ英語で表現できないわけですよ。うん。いたわり。もう英語で言ったらカインドネスしかないからね。うん。他人に対する深い同情や慈しみ、思い入れの心を表します。単なる同情を超えて相手の立場に立って考え、行動することを含みます。はい。木漏れ日とかもそうじゃん。はい。木から、木の間から来る光を捉えられる人種って言ったら日本人ぐらいしかいないわけだから。はい。息とかもそうじゃん。洗練されていて余計なものを削ぎ落とした美意識や振る舞い、シンプルだが深い味わいやかっこよさを表します。うんうん。だから男同士でもやっぱ、粋だねとか言うじゃん。はい。ああいう言葉はやっぱ海外では表現できないんだよね。で、あとはまあ、頑張るとかも。まあ、はい。エフォートとかね、show me your effort とか、なんか努力を見せなさいとか言うけれども、ないわけですよ。頑張はい。るっていう。あと、ほっこりとかね。はい。だからなんか心に残るその言葉っていうのを、音も含めて日本はすごく大事にするというか、は縁とかもそうだよね。まあ、英語で言ったらエンカウンターとかチャンスとか言うかもしれないけど、い。うん。違うんだよね、その縁の意味が。はまあ、つまり本当に日本独特の表現方法がめちゃくちゃいっぱいあるわけ。い。うんうんそれがうん。なぜできたかっていうふうなところを見ていくと、まずさっき言ったように、やっぱ日本がもう世界で一番古い王朝でずーっと同じ民族で同じ言葉を使い続けてきたから、はい。表現に幅できちゃったっていう。はい。アメリカも建国して250年だから、当然白か黒しか色は知らないから、うんうんムカついた、撃て、うん。占領しろ、我が物にしろ、みたいな、その、もう脳みそのレベルって言ったらちょっとめちゃくちゃ怒られるかもしれないけど、短はい。絡的な、やっぱ、だからこそ言葉も短絡的になっていくというか、うん。まあ、っていうことね。あとはまあもう一つ、日本人の和の心。これがね、やっぱ僕すごいと思うのが、まあ、ちょっと正確な年数覚えてないけど、でも600何十年、634年だかに、まあ、聖徳太子さんが憲法17条っていうのを作るわけだよね。はで、まあ、1条目に和をもって尊しとなすという言葉があって、これはまあ何事をやるにも、みんな仲良くやって、いさかいなくやりましょうよっていう。1条目だよ、それが。これすごいことだよ。で、17条目にも同じようなことがあって、大事なことは独断で決めてはいけませんと。
うん。まあ、話し合いましょうってことだよね。必はい。ず多くの人々と議論すべきです。つまり日本人ってもうそもそも我々の、だからイギリスが生まれる前の数はい。百年前から和をもって尊しとなしてみんなで話し合って決めましょはい。う。だから、なんか日本人ってみんな同じ行動をするよねとか、はい。みんながやってるからみたいなこう表現をするんだけど、あれって別にめちゃくちゃ悪いことじゃなくて、はい。はい。要は人間、国をやっぱ存続させるためには同じ方向を向かなきゃいけないよね。そうやってやっぱ国力っていうのが上がっていくっていうふうに考えたときには、やっぱり日本人のこの和の心を作ったこの憲法17条っていうのは非常に重要だなとうん。いうふうに思うわけです。だからこそまあ表現力も当然人を敬う、人と話し合うわけだから、人と話すときに納得していただくための表現方法っていうのも広がっていって言葉の数が増えていったと思うんだよね。うん。で、あとはもう一つはまあ島国、日本はまあ島国で気候と土壌にも恵まれて文化が栄えたっていうのがあると思うんだよね。やっぱり日本にしかない食べ物、例えばわさびなんかもそうだと思うんだけど、皮がきれいなところでしか生まれないわけだよね。はい。だからそういったものを食べたりとか、あとはセミの声を聞いたりとか、まあ、なんだろうな、その自然の環境を見たときに、見たことをやっぱ歌にし、俳句にしたりとか、和歌にしたりとかして、人々にこう残していくことによって、その和の心の文化をこう紡いでいったっていう伝統がやっぱある。だはい。からそれを表現するために、どんどんさらに言葉が複雑になってたとはい。いう背景があるのかなと。あと4番目。まあ、これは俺も驚いた話なんだけど、まあ、日本人は唯一こう虫の声がうん。聞こえる人種らしいんだって。はい。調べたら、なんか右脳が音楽だったりとか、なんかはい。こう雑音とかも含めたものを判断する方なんだって。で、うん。左脳が会話をしている時の言語処理能力っていうことがあるらしいんだけど、まあ、欧米人、いわゆる白人だったりとかっていうのは、虫の声聞いたら、右脳、いや、ノイズとして処理するんだって。そうなんですね。まあ確かにな、虫の声みたいなものを題材にするようなものって僕が聞いたことないんで、そうなんですかね。だから、いや、本当おっしゃる通りで、だからセミの声聞いて、はい。うるせえだってあのセミの声のヘルツ数って工事現場と同じぐらいなわけじゃん。はいはい。なんか言われてますね。でもなんか田舎に行ってさ、風鈴の音とそれ聞きながらさ、は青空見ながらビール飲むのってめちゃくちゃこう気持ちいいわけじゃん。い。はでも外人からしたらもうセミの声消せと。い。うん。ふざけるなと。いうふうになっちゃう。だから、虫の声にとかセミの声って松尾芭蕉が和歌にしたかのように、やっぱり日本人だけが独特に聞こえているものを言葉で表現するっていうことに長けていた人種だから、うん。あまりに多くのこう和歌とかが残っちゃってると思うんだよね。うん。うん。しかもこれもだからイギリスなんかが建国されるもうさらに前の飛鳥時代とかからやられてるわけだから。うん。はい。だからまあ相当言葉に関してはやっぱ日本はもう表現力に関してはナンバーワンなんじゃないかなって俺はやっぱ思うよね。うん。うん。で、そうなってくるとじゃあ日本人ってどんだけすげえんだろうっていうところになってくると思うね。はもう海外にこれから留学する人たちなんかも絶対知っておいた方がいいし、そのい。はい。誇りを持っていくことによって学び方がまた変わってくると思う。はい。まずまあパスポートランキング世界一位。はい。これはまあビザなしで渡航できる国、地域の数に基づいて最も強いパスポートをランク付けしている、まあ、格付けの組織があるんだけど、はまあ193の国と地域にビザなしで渡航できるい。うん。5年連続でトップを維持しているというね。まあ、もう一個の背景は、唯一の非戦国、戦争を放棄した地球上で唯一の国っていうところが背景にもあるらしいんだけど。で、あとはまあ、2600年に誇る、まあ、世界最古の王朝だよっていうのは、これはもうギネスにも載ってる話なんで、全然言ってもらっていいかなと思う。うん。あともう一個はやっぱり1000年続く企業がナンバーワンなんですね、企業数が。こあ、の前ちょっと話したと思うんだけど、そうですね。はい。僕もイギリスが1100教えてもらいまし年と捉えたらだよ。た。はい。1000年続く会社が世界に12社もあって、まあ、1は社オーストリアとかはあったんだけど、日本が9社なわけですよ。い。うん。さらに世界がの創業200年以上の企業、全500、5600社のうち、半数以上だよね。3100社がまあ日本だと。はい。
ただ200年前なんて、アメリカもできてないわけだ。アメリカできたか。250年だからね。っていうような形なんだよね。はい。で、ミシュランガイドの、これも世界一日本なんですよ。はい。ミシュランってさ、ね、ほら、なんかちょっと、やらしいゴム状の形をして生き物がこうやってるフランスのね、あの、どこの料理がうめえんだっていう星をつけていく。はい。今三つ星取りましたみたいなね、一つ星取りましたみたいなのところで、フランスが作ったのに、フランスが2位で、はい。パリが2位で、東京1位なわけですよ。うん。1位、3位、4位。で、これも何が言いたいかというと、日本の飯ってやっぱ海外の人がうますぎるわけ。まあそうですよね。もう本ど当にうますぎる。う考えてもっすよね。だってもう、七味唐辛子なんかもやっぱすごいなと思うのが、は中にケシの実って言って、育てたら麻薬になるもの、い。はい。麻の実って言って、育てたら大麻になるもの。はい。でもそれをお蕎麦とかに入れて食べることによって、はい。体の機能を内側から改善させようっていうことを、医学も発達してない当時からはい。飯に取り込むことができていた、もう唯一の民族だよね。うん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 。だってお魚をさばいて、はい。骨は出汁にして、あら汁にしてとか、思いつかないわけですよ。そうですね。ちなみに俺がアメリカに留学してた25年前に、これも前ちょっと話したんですけど、あの、大トロの部分って、寿司屋はあったんだけど、みんな捨ててたのよ、アメリカ人。ああ、らしいですね。で、もったいなみたいな感じで日本人がそれを寿司屋立ち上げて、タダで引き取って、売りはい。出したら、なんや食えるんかいっつって、アメリカはい。人がもう捨てなくなったっていう。はまあ、そりゃそうだよね。牛タンもそうだよ。牛タンもい。はい。宮城仙台が発祥で流行ったけど、海外の人たちが、これ食えるんかいってなったら、今ははい。もう中国で牛タン屋さんが流行ったりとか。うん。だからそういうなんかうまいものの文化ってやっぱ日本が作ってる。でもそれはやっぱ歴史的な背景があって、はい。いろんな人の知恵を紡いでいった結果だと思うんだよね。はい。だからこそ漫画、アニメ、ゲームとか、やっぱこういう技術的なもの、表現力に関してやっぱ日本人がもう世界で一番と俺は思ってるんで。しかもアメリカ留学俺長いからね。うんうんうん。でもやっぱそう思う。だからやっぱりそこら辺はやっぱ誇り持つっていうのは非常に重要だし、それだけ長い歴史があるからこそ、他の文化が、まあ、言い方だけど歴史が浅いから、はい。理解が及ばないっていうことを念頭に入れといた方が早いと思うんだよね。うん。でちなみに俺が留学した時に、これ、チャット GPT で作ったのすごいよね。めちゃ結くちゃすごいよね。構リアルですね、これ。すごいリアルだね。まあ、要は本当にこんな、お肉ドーン、人間豆ドーン、人参ドーン、マッシュポテトドーン、はいどうぞっていうのを、留はい。学した先のやっぱ友達のご両親が家にはい。待ってくれるじゃない。はい。食うもんこんなんよ。毎回。っそうっすね。ぶっちゃけこんな感じでしたね、僕も。ていうかもう、なんかこれしかないんかいぐらいだったじゃん、食べエストニアなんかも。豆とか、ビーンズとか。まあ、そうっすよね。豆、そうそうそう。煮た豆ばっかりです。芋。だから多分、栄うん。養を取れっていうのが頭のどっかで分かってんだけど、はその調理法が分かんないから茹でる、焼く、塩、コショウ振るしか多分なかったんだけど、これがまだ25年前の話なわけじゃん。い。アメリカ。はい。かたや日本でこう友達ん家でやっぱごちそうになるって、まあ、これ結構合成すぎるけど、はい。でもなんかまあね、唐揚げがあったりとかさ、なんかひじきがあったりとか、納豆があったりとか、こういろんな食材があるじゃない。はい。だから、やっぱり日本のその言葉もそうで、だから言葉も料理も表現をして人に提供するっていう上では、どっちがいいですかってなったらやっぱこっちなんだね。うん。まあ、どう考えてもそうっすね。だから言葉もそうなの。日本語ってまさにこれで、はい。英語ってこれなの。はい。だから日本人には到底理解できないというか、はい。いや、こんなん出したら、せめて納豆とひじきと味噌汁ぐらい出してよってやっぱなるじゃん。はだからまあそういう文化だし、まあ言い方だけど日本の方が歴史長いから、い。はい。まあ当然こうだよね。だから言葉もそう。日本の方が表現力多いけど、アメリカ人はなんであんなに表現、なんかその、端的なこと言ってくるんだろう。
はいはいはい。表現する文化も方法もないから。っうん。ていうところに俺はもうなってくると思うね。だからもう結論言っちゃうと、今の話から分かる通りで、日本は健康2600年。片やこっちは250年。つまり赤ちゃん。これ100で割ってみ？ 26 歳と2.5歳でしょ。うんうんだから当然、人間と一緒同じように文化もないから言葉の数が少ない。はだからアメリカでは日本人って白黒はっきりつけないよね。曖昧だよね。って言うけど、違うのよ。日本は白も知ってる、黒も知ってる、薄紫も知ってるし、グレーも知ってるし。でもそれを和をもって尊しとなすっていうものがあるから、人に対しての表現を考えて発言するから、言葉の数も多いし、曖昧に聞こえるわけ。外国の方からしたら。い。はい。もう行くの行かないのみたいな。うん。待ってくださいみたいな。お財布の状況を確認してと。うん。親との約束を堂々たることだ。どっちかにしてみたいな。だからそういうちょっと部分。だから俺は英語を新しく学ぶというよりかは、日本語の中にもすでにあるものなんだよね。うん。英語が持っている語彙力のレベルであれば。なるほど。つまり脳みそを赤ちゃんレベルまで落としてあげて、はい。知っている単語で堂々と喋る、それだけ。うん。つまり恥ずかしがるとかっていう文化も日本にしかないわけ。はアメリカ、うろうろしてて気づくでしょ？全員が父を出し、ケツを丸出しにし、い。うん。太ってよ、痩せてよ、関係なしにもうほぼ露出していると。はい。そして、家に入るときは靴で上がり、ソファーにも靴のまま上がると。そうっすよね。あれはもうだから、2.5歳の子がやったんだなら怒んないけど、うん。26歳の人がやったらダメでしょ。確かに。あ、そういう見方っすね。そうつまり、赤ちゃんとして。俺アメリカ育ちでアメリカに怒られるかもしれないけど、赤ちゃんなんですよ。言ったら。まあでもやってることは赤ちゃんっすよね。そうそうそう。だからムカついたから銃を持って撃つ。うん。この国、そうっす。食いこの国、たいもん食って、そう、やりたくなったらすぐ浮気して、そう。で、すぐ金を目的に裁判立てて、で、この国が欲しいとなったら奪う。奪って、そう。つまり、で、うん、承認してほしいから、なんかこう、いろいろね、活動をするじゃないですか。ビーガンだとか、環境がとか。いや、そで、んなのもう日本ではずっとやってきてるわけでしょ。ゼロ100の議論ばっか出ますよね、こうって。そうそう。だから中間がない。そう、肉食うか食わないかみたいな。そうそうそう。人を環境を守るか守らないかみたいな。いやいやいや、それっていろいろあるんだよ、他にも要因がみたいな。でも日本人の場合ってやっぱ何かする前にやっぱ考えるじゃん、相手のことを。はい。でもそれはもう赤ちゃんではなくて我々はね、昔からもう DNA に刻まれてる2600年っていう歴史がある。まあ、ぶっちゃけ2600年全然古いんだよ。古事記とかうん。読んだらね。はい。だけど一応まあ、我々地球上の人たちが認識してる範囲で言うと2600年っていうだけの話で、はい。当然そこからポンって人間が生まれるわけじゃないので、もっと前から建国はされてるはずなんだけど、まあ、分かる範囲で言うと。だからもう、片や何千年の歴史と、たかが250年、1000年の歴史を持った赤ちゃんたちはは、表現方法も言葉の数も違うから、彼らに脳みそを合わせてあげなきゃいけないよね。い。うん、うん、そうですね。だから俺も赤ちゃん言葉で喋るんでしょ。脳の質を落とさないと、外国人と話が通じないかまあ、でもその感覚はわかりやすいですね、本当に。ら。だから本当にバッシング受けるかもしれない、アメリカ人から。ふざけるなと。はい。じゃあお前じゃあ日本語ちゃんと覚えてみろって言ったって、誰一人として完璧に喋れないよ。うん。ただたまに出てくるパックンモックンみたいなね、やっぱ優秀な人間は、日本ってマジすげえってなるじゃはい。ん。日本の文化ってみたいな。到底理解しがたいもんだと思うんだよね。はい、はい、はい。つまりだからその側の人間であるってことを我々が一人一人が知れば、アメリカに行った時も優しくできるじゃない。あ、なんか赤ちゃんが喋ってるなと思って、あ、オッケーオッケー、what happened? みたいな。Can I help you? みたいな感じで、知ってる単語だけでいいわけよ。はい。I wanna go here とかね。I wanna go to this restaurant. How can I get there? みたいな、もう誰でも知ってる言葉を並べてあげるだけ。うん、うん。でも日本語の場合だと、あのレストランに行きたいんだけども、どう言ったらいいですかっていう言い方だけでも何百通りも出てくるわけじゃん。はこちらのレストランをなんか友人から拝見した上で、ちょっとここ非常に私興味がございまして、一い。度うん。足を運ばせていただきたいと思っているのですが、どのように
迎えばよろしいでしょうか。ちなうん。みに私、タクシー乗る派ではないので、バスでお願いしますとか、うん。いろんな言葉を紡ぐことができるじゃない。はしかも相手が答えやすいような言葉も使えれば、相手に気遣った言葉も使えるじゃん。い。はい。でもアメリカでは言いたいことを言う。なぜなら赤ちゃんだ。だから、これから留学する、アメリカに留学するね、人たち、イギリスに留学する人たち、どこでもいいです、海外行く人。その言語だろうと、日本語の表現力に勝る、日本語の文化の歴史の長さに勝るものないから、脳みそを赤ちゃんにしていってほしいなと思いますね。なるほど。脳みその赤ちゃん化っすね。そう。そうするとようやく、言葉がスッと入ってきます。うん。まあぶっちゃけそうっすよね。難しく考えない。なんか日本語の表現といいますか、感覚で受け答えしようとするのって、まあ、ほぼ100%無理じゃないですか。その曖昧なことを返すといいますか。うん。だから、もうなんか、それをしてしまって、イエスかノーで、とりあえず答えときゃこいつは分かってくれんだろうぐらいの、なんか余計な想像しない方がいいって感じですあ、そう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 。ね。ちやっても、ゃんとやっても頭を、伝わんねえし、みたいな。ちゃんと頭を使って考えるのは日本人同士だけでいいと思そうっすね。う。日本語喋る者同士で。理解されないんですよね。それを伝えようとしても。何言ってんのこいつみたいな顔してくるから、結局。理解ができないの、向こうが。そう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 。頑張っても、こっちが。だから理解できないんだったらシンプルに言葉で伝えてあげるっていうことが必要だし。はい。で、俺一回さ、中国系アメリカ人のカジノの支配人をさ、はい。熊本に連れてった話したっけ？なんかちらっと聞きましたね。で、いやすごいんだよ。ニューヨークの大学出て、証券会社に入って、アメリカ国籍を取得して、はい。まあ、とある場所でカジノの支配人をやってたんだけど、まあ、ボスは別にいるんだけど、はい。オーナーさんは。でも、その支配人のやつが、なぜか俺仲良くなって、東京でよく飲むようになって、で、何してるやつか知らなかったんだけど、聞いたらカジノの人、あ、そうなんだ、みたいな。で、なんか二人で飯食うことも増えてった時に、なんか、俺ちょっと神社行くけど、お前来るかみたいな。お前って言いながら56歳なんだけど、来るかって言ったら行きたいってなって二人で行ったのよ。で、その神社ともう一つの神社を訪れた後に、なんかそいつ連絡全く俺にしてこなくなって、あれみたいな。はで何やってんのって言ったら、あ、毎月日本にはいるよみたいな連絡来て、いやいや、前まで毎月会ってたじゃんみたいな。どうい。はい。したはい。飯行こうよみたいな話したら、なんかブワーって写真送られてきて、はい。今、100箇所の寺と神社を回り終えたところだみたいえ。はい。な。なんか北海道からどんどん南下してって、神社と寺巡りしてんの一人でですか？みたい。ええ。で、この間200箇所終わったみたいな連絡来て、終わったんですね、ちゃんと。もうすげえなみたいあな。やっぱり、そのカジノとかね、やっぱ世界で有数の場所にいた人間でさえ、あ。はい。この本物の文化に触れたときに、意識ごと変わるんだなっていうのをはい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 。理解したので、だからまあ逆に言えば、日本人は本当に格式の高いってことをまず理解した上で、うん。本当にちょっと言い方悪いけど、赤ちゃんを相手にしてあげてるように、はい。あ、かわいいね、かわいいね、あ、そうなのねって、資本主義でやってんのねっていうような感覚で覚えていけば、もう100%喋れるようになると思う。だって俺アメリカに全員舐めてたから、もう中学生時代から。はいはいは来いよと。やってやるよと。だからその上でやっぱ本当に日本の文化知るのは大事かなと思うので。い。うん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 。でもどうですかそのエストニアではどうだった英語？うん、まあ、エストニアは、英語は母国語ではないんで、他の学生とかはやっぱヨーロッパなんで、みんな第二外国語として話してたんで、そうか。うん、ただまあ、日本人としての感覚で、最初僕も英語やっぱ喋りづらかった理由は、その微妙な表現をどうやってこう伝えればいいんだろうってところにフォーカスしようとしてたんですけど、まあ、うん。それやろうとすると、まあ、覚えなきゃいけない英語の、なんかその、年間で2回ぐらいしか使わないような英単語を覚えなきゃいけないし、わかるわかるわかる。それでも伝わりきらない微妙なラインが多いんで、結局どうしようどうしようと思ってた時期がやっぱ最初の方あったんですけど、うんうんうん。なんかもう諦めて、
さっきおっしゃった知ってる単語でぶん殴っていくみたいな。はい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 。で、後々足りなかったら付け足していくみたいな。うん。本当にその、なんていうんですかね。もう料理とさっきのあの画像と同じで、肉出して塩で焼いて、どうぞっていう感じの喋り方をするようになってからは、うん。ああ、もうなんかそこのこう、英語が喋れないな、みたいなこととか伝わってないのかな、ちょっとどうなんだろう、みたいな不安が全部なくなりましたね。ああ、その不安がなくなるだけでも、だいぶ喋れちゃうもんね。そうなんですよ。で、まあ、ほんと久しぶりにこの間、エストニアで仲良かったイタリア人の映画監督の友達が2週うん。間ぐらい日本に来て、で、中野で2人で飲んでたんですけど、うん。なんかほんと1年ぶりぐらいに対面で外国人で英語で喋ったなと思って、まあ結構やっぱ英語僕抜けちゃってたんで、おー。なんでまあ今喋りながら、普通にまあなんかこれ文法的にも、あと発音的にもなんかちょっとぐっちゃぐちゃなこと言ってんなと思いつつ、ワンチャンこれ伝わってないかもしれないけど、まあいいや、みたいな。伝わってるか伝わってないかを無視して、もうとりあえず投はいげ続はいはい。けることやってて。だよねっていうね。言いたいこと言ったでしょっていう。そうです、そうです。相手の反応がなんか、おおみたいな感じでも、もうこっちが言いたいこと言ってるわ、OK みたいな。はいはいはい。いや、もうそれでいいと思うんだよね。日本人でやっぱこう、さっきの相手のこと考えすぎて、伝わってるかなとか、分かりづらいかなとか、つって説明し直したりとか結構考えると思うんですけど、うん。なんかもうそれ無視して、もうその、濃いめの味付けでぶん殴っていくと。はい、食えと。で、まずかったら言えと。まずかったら言えと。日本だそういうったらね、感じですね。もう完璧な味にして持ってってまずかったら、誠に申し訳ございませんでしたってねなっちゃうじゃん。そうなんですよ。違うんだよね。もう作って、いや、もうお前せっかく作るなら食えよっつって。もうまずかったら捨てろっはつって。もうそのレベルで対い。はい。応できる。やっぱそで意外とこは雑でいいあります。ってことだね、雑で。めちゃくちゃ雑でいいと思いますよ。なんか日本人が思ってる雑ってまだ丁寧なんです、多分外国からすると。うん。だからもうなんか本当に生肉そのまま出すんじゃないかぐらいの、もう焼いて味付けないみたいな。あ、ごめんごめん、かけ忘れてたわ、みたいな。で、塩だけかけるみたいな。お前マジかみたいな。だからアメリカンジョークでさ、なんかお前のその額から出てる油汗でも塗れや、バターと塩が一緒に塗れるんじゃねえかみたいな。フルハウスみたいなんですよ。そのアメリカンジョーク的なね。なんか、でも、なんかマジで、世界から見たら日本人の雑は全く雑じゃないんで、なんか、もう意識なんてしないで、言いたいこと言っときゃいいんじゃないのっていう感じですね、本当に。そうだね。だからまあ自分を出すというかね、赤ちゃんのレベルまはで下げたら誰でも出せると思うので、い。はい。今日はちょっとそれをね、お伝えしたかったというか。そうっすね。うん。まあ、言語的にも、やっぱ自分が主体になってると思うんで、英語とか。まあ相手のことあんま考えたよ。考えそうね。なくていいって、もう、多分。あ、だからもう一個言えるのがさ、なんかここ余談になっちゃうんだけど、はい。あの日本ってやっぱ性善説で生きてるなって思うのと、はい。海外って性悪説だなって思うのは、はい。やっぱ会社で取引で海外で取引するときの契約書がこんなに分厚いのよ。はい。読めるかいっていうぐらい厚くうんうて、んうんうん。日本ってせいぜい2、3ページじゃそうですね。ん。日本って、まあ日本人の中で常識的に考えたらこれないよねみたいなことも、はい。アメリカでは書いてないと、いや、ああ、書いてないから悪いんじゃんっていう、その書いてないやつが悪いんだわけよ。訴訟にするやつですね、すぐ。そう。これもなんか文化の浅はさ、もうだから赤ちゃんとやり取りしてるから全部のルールを明記してあげないと何もできないみたいな。うん。だから例に、そうっすよね。ほら、猫ぶち込んで溶かしちゃった人がいて、ありましたね、なんかそんなニュース。うちの猫ちゃんは乾かそうと思って中に入れたのに、レンジに入れちゃいけないので、どこにも書いてないじゃないって言って数十億円取るみたいな。いうん。やいやいや、入れねえかっていう。だから自分の無知で殺した猫のことを多責にできる連中だから。はい。だから、常識アメリカ人とまあ外人と接するときは常識を一回ぶっ壊して赤ちゃんになった方がいい。赤ちゃんですね。うん。赤ちじゃあもうこの表現に、まあ、この表現で本出したら多分
そうすそうっすね。るけど。まあ、炎上はしますよね。バカにやってるから。まあ、でも赤ちゃんと見たら、すべてが納得はいきますね。靴のまま家に上がるとかも全部含めて。そうでしょ？赤ちゃん。赤ちゃんなんですよ。うん。め本当に。ちゃくちゃ食べてさ、なんかうもん。う、服で手の汚れを拭いて赤ちゃんじゃん。いや、そうっすよ。服で、そうっすよね。あと風呂入んねえし、全然。来年赤ちゃんでしょ？本当に週1ぐらいしか入んないじゃないですか。不定し。そうだから全部を赤ちゃんにまとめれば、あの、全然楽なんだよ、俺らからしたら。すぐ声でかいし、そう、すぐ暴れるし、騒ぐし、暴れるし。赤ちゃんだから。赤ちゃんだな。だから日本人は日本人として大人の対応をしていくっていうのは当たり前のことなんだけど、うん、だけど、奴らと交わるときには自分の脳みそのランクを赤ちゃんまで下げてあげればめちゃめちゃ仲良くなれるよっていう。うんうんうん。そうっすね。確かに。喜ぶの分かりやすいものを渡したら喜びますからね。うん。なるほどっすね。まあ、それはね、本当に普及した方がいいっすよ。いや、俺、その普及してる間に多分バイデンあたりにぶっ殺されると思うけど。確おめえ、誰が赤ちゃんだっつって。いや、あなたは宇宙人みたいな顔してますみたいな。かに。まあでもそんな感じの回をちょっとしたかったんで、今日良かったです。ありがとうございます。ということで、ちょっと来週はだからなんかもうこういう形式でなんかはい。やろうよ。ちょっと来週何やる？どういうテーマが多いのかな。やっぱなんか分かりやすいやつがいいんですよね。まあ、再生回数伸ばすとか、見られることとか、注目だとやっぱ分かりやすいものになってくるんだろうなとは思うんで、その辺、来週話すか。まあまあまあ、なんか、ちょっと深いところとかになっちゃうと、それこそさっきの、まあ、英語がうんぬんとか、まあ、そういうのはとても分かりやすいし、ちょっとまあ考えないとダメですね、これわかりました。まあでも AI でも、は。はい。ちょっと、技俺、チ術的なャット と GPT でさ、か、はい。ガンダム作れたのを言ったっけ？言われてないです。他にも今、どんどん生まれてますね。ちょっと、ちょっと見せるね。はい。要は、ガンダムって著作の問題があるから、そうっすね。いきなりガンダムを、デザインしてくれって言っても、なんか、ああだこうで言ってくるんだよね。はあのーダメですと。い。はい。じゃあ、どうやったらガンダム作れるだろうなって思ったときに、全く違うアプローチしてみたの。はいはい。それちょっと来週やるから、ちょっと画像だけ見せると、はい。お、まあ、ちょっとガンダムっぽいじゃん。でも、頑張って寄せていったんですね。別のカットで描いていかないとたら、どんどんガンダムになっていくっていう。すごいですね。これ、100%ガンダムなんだよね、もはう。もうガンダムなわけですよ。い。うん。これ、世界に1枚しかない画像たちね。だから、こんなんでガンダム作れちゃうよねっていうことではあるんだけど。はい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 。ちなみに、この間、ほら、鳥山明先生が亡くなられた時に、ドラゴンボールも書かしてみたんだけど、まあ、出来上がってますね。でもまあ、ほぼ中華系の人がパクったような偽物にしか見えないんだけど、はい。まあ、でもこういうことが実はできるっていう、要は AI にやらしちゃいけないことをやらせるっていうのを最近ちょっと趣味でやってて。おー。うん。だから AI が普通に質問したら絶対に答えないようなことを答えさせるっていう、要は、なんだろうな、超真面目で、真面目な東京大学卒業、首席で卒業したような、もう真面目な女性にエロい言葉を言わせるみたいなことやる。確かにな。特定の人物の写真からこの人の名前はとかは弾かれちゃうんですけど、
やばいっすね。なんかその人に似た、まあディープフェイクになっちゃうけど、なんか実在する人の写真に頑張って近づけて、いろんなパターンの画像を生成させちゃってばらまくみたいな。いや、もう何でもありの時代になっちゃうと思うよ。はい。だからさ、チャット GPT で一応来週やろうかじゃあ。もう、はい、いいですよ。ちょっとそれまでにちょっとチャット GPT 研究しといて。もう、だいぶやりましたが、いつでも、いくらでもいけます。僕、だから、普通に API も叩いて、コードも作って組み込んだりしてるんで、俺が今やってるのは、はい。結局これも語彙力の問題じゃん。どんだはい。け正しく物事を伝えられるか。はい。だから、誰かの画像、誰でもいい。なんだろうな、木村拓哉とか何でもいいんだけど、ブラッド・ピットでも。その顔を言葉だけで表現して、お互い画面共有して、どっちが上かっていうのやる。うん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 。で、これがね、意外にむずいけど思う。確かに。そうですよね。うん。固有名詞使わないでいく感じですかね。スナップとか入れちゃうともう、その情報拾ってきちゃうじゃないですか。だからガンダムもガンダムって言葉一つも入れてなくて、まあ、ちょっと来週これちょっと説明するけど、はい。そんなやり方だったんだ、みたいまあ、結果的にそういう画像にたどり着いちゃって、それを引っ張ってきてんだろうけど、な。そうつまり、彼らの中では悪い意識はないんだけど、引っ張ってきちゃってるっていう。結局そうですよね。ガンダムの写真とかドラゴンボールの写真を参照してますよね。だからその参照をなるべくリアルにするためにどういう言葉を使えばいいかという、まあ、国語の勉強だよね、だから来週は。はい。はこんな感じでいきましょうか、じゃあ。い。いいと思います。OK です。じゃあちょっとこれもまた今日はアップしておきますんで。はい。ありがとうございます。じゃあまた来週やりましょはい。う。ありがとうございます。はい。そろそろ飲み行こあ、ぜひ、まだあれですか。結構飲み歩いてますか？う。いや、あんまりあ、そうなんですね。真面目に生きてます。あ、そうなんですね。そんな感じで。じゃあちょっとアップしておきます。はい。ありがとうございます。はい、じゃあまた来週。お疲れ様です。